さて、こんばんは。ようこそおいでくださいました。瞑想はいかがでしたでしょうか？僕もいつもいつもね、綺麗に静寂に包まれるわけではなく、今日はね、予定していなかった、この配信に向けて瞑想を始めたわけですよね。そしたらもうずーっとこの後何話そうかなとかね。完全に思考が止まるってことはやっぱりないんですけど、綺麗な、本当にね、もう、シーンっていう時も、それあるんですよ。でもそれは稀で、あの、やっぱり、皆さんはご存知だと思いますけど、思考ってこっちの意図したものじゃなくって、勝手にというかね、ある条件で発動するんですよ。で、あのそれがあることは別に問題じゃなくって、その考思考に飲み込まれてしまうこと、巻き込まれてしまうことが、起きると、苦悩というものになっていくわけですよ。うん。で、この、絶えず僕たちの頭に、ある、この思考に巻き込まれている状態、飲み込まれている状態。ね、で、その飲み込まれていることにすら気づいていない状態。これを、エックハルト・トールさんは、自己同一化っていう言い方をしたりとかしますよね。はい。本日、はい。とりあえず、こういうテーマで、お話ししてみようかなということで、いかがでしょうか？はい。聞かれるんすよね。なんで生きてんですかと。で、こういうスピリチュアルの、お話、ご興味のある人は、あのうん。いろんなその意味だとか、なんかありがたそうな言葉とかいっぱい出てきたり、ね、出会ってきたりだとか、あるいは、ね、意味なんてないよっていうその言葉に出会ったり。で、結局わからずに、自分が一番納得できるところを採用してるに過ぎないっていうところだと思うんですよ。うん。で、これはもう本当に意味ってのは、つけるもので、対象に内在されてるものじゃないんですよ。うん。なので、そういう意味で僕は、例えばその人生というものを対象にその意味を問うとしても、その対象となった人生の側に意味が内在されてるわけじゃありませんよって。人それぞれそれに意味や価値ってものを後からつけてるだけですからねっていう言い方をして。で、それも短くして意味ないですよって言っちゃうんですけども、この意味がないっていう言い方がね、どっかやっぱりトゲを感じる人がいたりだとか、あるいは、そこから虚しいっていう印象の方につなげてしまったりだとか、いろいろなことがありまして。で、僕なりにね、その人生の意味っていうのをいきなりその意味なんてないよって、それは話せないよだとかね、そういうことを言っても何の答えにもならないので、本の中でも、いろんな例え話にしてね、お話しして、まず、ちょっと優しい入り口を作ったりとかもしてたんですよ。えはい。この人はなんで生きるのかと。で、こういう聞かれ方も僕はよくあるんです。例えばワンネスだとか全体だとかって話聞いたことがある方はね、国際さんって、我々ってそもそも本当は分離をしていない、全体としての存在なんですよね、神なんですよね。なんでそんな完璧な状態からこんな苦悩を経験する子という状態にならなきゃいけなかったの？別れなきゃいけなかったの？で、それが事実であれ、誤解であれ、今まさにこうした分離感を感じて、ね、その辛さの中で生きているんだからって。で、これは何のためにあるの？
で、この何のために生きるのっていう疑問自体が、苦悩があるから浮かぶんですよ。何がしかの意味がないとやってらんないんですよ。そこが正直なところで。だから、ね、このやってらんないっていう感覚を、いや、わかるよって優しく擁護してくれる言葉が欲しいんですよね。じゃないとやってらんないもん。はい、だから、本当にそこにね、意味がないとやってられないと。はい。で、これはね、やっぱり方便でしかないんですけど、あえて言うとっていうところでね、本に書いたのとまた別な言い方をしたいと思うんですけども、そもそも、僕たちの正体は命です。で、これもね、本当に伝わらないんですけど、僕たち命なんですよ。うん。で、このこと、言葉で言われると、いや、命だよねって、そのまんま感じる方いらっしゃるかもしれないけど、大概の方、命の持ち主が私って思ってるんですよ。わかりますかね？私の命、ね、国際さんの命、安倍さんの命、私の命って言ってるね。のって言ってるってことはさ、命じゃなくって、命の持ち主の側が私と思ってるわけよ。で、その私から命がね、失ったり、あるいは入った時があったりっていうふうに思ってるわけだから、その意味ではこの私って命じゃなくなってるのよね。で、命なんですよ、僕ら。で、絶えず、命って姿を変え続けて存在することしかできないんですね。現れたり消えたりっていうものじゃないんですよ。常に存在するのが命なんですよ。でね、あのーこの体の中に命が入ったり出たりしているんじゃなくって、ね、大抵の方、この中に命が入ってるって思ってるんですよ。逆なんですよ。この空間、この巨大な空間がそのまんま命なんですよ。で、その巨大な命の中に僕らのこの個々の体ってものが現れてきているんです。まずこの大きさの感覚の違いわかります？で、命は個々が動かしてるんじゃなくって、本当今日は、このね、空間というものをそのまま命っていうことでイコールとして考えてみてください。そうすると、誰の命って言えないでしょって話なんです。そして、その命はどこまでも一続きでしょっていうことなんです。ついてこれます？今、僕の書斎からね、これ配信しているわけですけども、皆さんがご覧になられてるお部屋とは、部屋としては別々です。確かに分かれてます。置かれているものも空気感も温度も匂いも様々なものが違っているでしょう。ね。だけど、今空間として、扉が閉じていても、空間繋がってんでしょって話なんです。そういう意味で僕たちは一つの同じものですよって、空間ってこうやって、部屋が一つ一つって分かれているように感じても、繋がってるでしょと。そして、その部屋、ね、この建物自体が取り壊されて、この書斎がなくなったとしても、そこにあった空間は何一つ傷つかないし、書斎とともに空間がなくなるってことがないでしょって。ね。そして、例えば、このね、僕の書斎で、ここの僕の家が、数年後、数十年後、数百年後、老朽化して取り壊して更地になりましたと。
まあ、じゃあ数十年後って言うと話が続かないから、じゃあ、例えば、すぐにこれ取り壊して、建物がなくなりましたと。でも空間はあるわけです。そして、この土地にあなたの家を建てました。はい。ね。で、間取り上、ね、家建て直って、ここはあなたのお住まいの家のトイレですという風になった時に、ね、もう個性は違うものなんですよ。書斎だったものがもう用途の違うトイレってなってるし、そこにいる人も違うし、置かれているものも匂いも空気感も何もかも別物になってるわけです。だけど、空間は何一つ変わってないんですよ。そういう意味で、もしね、ここの家建て直してあなたのお家のトイレになっていたとしたら、あなたのお家のトイレの前世は国際の書斎ってことになるんですよ。通じますか？